周りは海原しかなかった。世界一周の第一歩、太平洋横断を始めて数日後、僕はヨットの中で伸びていた。白い帆に風を受けて傾きながら走るヨット。波が横腹を打つたびにさらに傾いて横倒しに近くなる。床が畳1枚分もない狭い船室では、大地震が来たように食器、雑誌、ハーモニカ、ナイフや玉ねぎまでが宙を舞い、次々と顔に飛んでくる。頭はズキズキ、目はぐるぐる、強い吐き気もこみ上げて、胃が本当に苦しく、胃の形を感じるほど苦しくて、ベッドに寝たきりのまま、一日、さらに一日と時間ばかりが過ぎていく。ヨットの船尾では自作の風力操作装置が自動的に舵を取り、ヨットはたくましく波にも負けずに走っている。それなのに僕はあまりにも弱すぎる。日本にいた時、誰よりも船酔いしないと評判だったのに。揺れる体を支えようとして全身の筋肉が無意識に動くのか、ヨットの上では寝たままでも体力の消耗が激しい。しかも嵐が始まってから2日間何も食べていないのだ。体力の限界を感じていた。腕時計を見たくても手を持ち上げる気力もない。体が動くうちに何かを口に入れないとやがて衰弱死するだろう。ついに買った中古のヨット。やっと手に入れた小型のヨット。世界一周には小さすぎる白いヨット。青い水面に2枚の帆を上げて、僕は一人で海原に飛び出した。いつまで旅が続くのか、どこまで行きつけるのか、いつ帰ってこられるか、本当に帰ってこられるか、見当すらもつかなかった。太平洋横断の目的地、アメリカのサンフランシスコまでは8000キロを超す長旅だ。それは赤道一周の5分の1にも相当する。一人きりの航海のため、睡眠中に船と衝突しないよう、交通量の多い体験航路を避け、北緯38度線を東に進んでいた。さらに南のコースを取れば、嵐が減って海が穏やかになるのと引き換えに、航海距離は増加する。船室の小さな窓から嵐の海を眺めてみる。山脈の中にいて、周りにそびえて並ぶ無数の頂を山小屋の窓から見上げるようだ。至る所に急斜面、谷、崖、頂上が次々と現れては消え、景色は絶え間なく変化する。これほど波が高く、これほど陸と違う世界だったとは。この苦しみに負けない精神力と体力を自分は備えているのか。広い太平洋を本当に自力で横断できるのか。海から陸に生きて帰るのに必要な天から与えられた資格があるだろうか。激しく揺れるベッドに入り、
船酔いで痛む頭を布団にうずめていた。